皆さんおはようございます。今日も素敵な朝がやってきました。鳥がチュンチュンと鳴く声が聞こえてきます。日本では春がやってきて、掛け布団のいらない気温になってきました。朝の光が少し眩しいですが、布団から立ち上がります。朝起きたらカーテンを開けて、太陽の光を部屋に取り込みます。今日は春の陽気を感じる、とっても良い天気です。さあ、部屋を出て朝の支度をします。今日は電車に乗って僕の地元に帰省します。その道中、桜のお花見スポットとして有名な上野恩賜公園で寄り道をして少し散歩をしたいと思います。そこからまた電車に乗って僕のおじいちゃんおばあちゃんの家に行きます。そこでおばあちゃんの夜ご飯を食べて寝泊まりをします。明日は地元の桜祭りに行って日本のお祭りや屋台を楽しんで、最後にお寿司屋さんで夜ご飯を食べようと思います。その動画も近々投稿する予定なので、楽しみにしていてくれたら嬉しいです。まず最初に歯を磨きます。これから朝食を作ります。僕はタンパク質を摂ることを意識していて、日本で一番安くタンパク質を摂ることができる鶏胸肉を買ってよく食べています。日本人は朝ごはんはご飯派かパン派かという質問をよくします。ご飯派の人もいる一方で、パンは調理せずすぐに食べられるからという理由でパン派の人もたくさんいます。こんな話をしておきながら、実は僕はご飯派でもパン派でもないんです。鶏肉を冷蔵庫にしまいます。これから入れるのは業務スーパーで買った冷凍野菜です。業務スーパーの冷凍野菜は見てわかる通り、包丁で切る必要もなくすぐに使うことができます。それだけでなく、普通に野菜を買うよりもとても安い値段で野菜を買うことができるので、すごくおすすめです。業務スーパーでは他にもお弁当に入れられる冷凍食品なども売っているので、日本で生活をするときはぜひ業務スーパーに行ってみてくださいね。醤油を入れていきます。日本では醤油をよく使います。お寿司や餃子に醤油をつけたり、ラーメンにも醤油が使われていて、醤油は日本人の好みの味となっています。引き出しを開けて、これからいりごまを入れていきます。いるとは油を使わず乾いた状態で加熱することで、いるとごまでいりごまと言います。蓋をしてこれから電子レンジで温めます。電子レンジでの調理はとても楽なので、僕は電子レンジばかり使っています。僕の愛用品ですね。電子レンジで食品を温めている間に出かける準備をします。今はワセリンを塗っています。僕は朝顔を洗いません。朝に顔を洗ってしまうと肌がピリピリと痛むので、保湿と日焼け止めをしています。次にひげ剃りをしていきます。朝のひげ剃りは本当にめんどくさいので、ひげ脱毛をしようか考えています。皆さんは朝の支度で何がめんどくさいですか？ぜひコメント欄で教えてください。悩みを一緒に共有しましょう。日本人は清潔感を重視しています。だから剃り残しがないよう念入りにひげ剃りをします。それも本当にめんどくさいので早くひげ脱毛をしたいです。食べ物が加熱できたので電子レンジから取り出します。蓋を開けます。湯気が立ち上っていてとても美味しそうですね。では早速いただきます。醤油とごまの良い香りがします。皆さんは朝ごはんに何を食べていますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。今使っているこの容器は電子レンジで加熱することができて、そのまま食器として使っています。
これらの商品はダイソーやスリーコインズなどで買い揃えることができます。時々うなずいていますが、僕は食べ物が美味しいとうなずいてしまう癖があります。食べ終わって歯を磨いた後、少しパソコン作業をします。前回の動画で苦戦した動画の編集作業もこんな感じでやっています。パソコンは MacBook を使っていて、サブディスプレイも使っています。最近は AI の進化がすごすぎて、もう少しスペックの良いパソコンを買いたいと思っています。気になった方もいるかもしれませんね。実は僕は立ってパソコン作業をしています。ほんの少しでも運動をするためです。出発の時間が近づいてきたので着替えをしていきます。僕はミニマリストなので部屋には基本何も置いていません。その方が気持ちが軽やかになる気がしています。日本人はパジャマのことを寝巻きと言ったりもします。今着ているトップスは T シャツという人が多いです。ベルトを巻いていきます。僕は大学生の時、服にお金を使いすぎてしまった経験があります。なので今はお金をかけすぎないように気をつけています。アウターを着ていきます。アウターのことを上着と言ったりもします。さあ、これで着替えは完了です。宿泊をする予定なのでその準備をします。なるべくコンパクトに収めたいですね。圧縮袋に入れた着替えを入れます。これはジップロックに化粧品などが入っています。これはヘアスプレーですね。この赤いものは水筒です。皆さんは旅行するとき荷物が多くなってしまうタイプですか？僕はとにかく荷物が少なくなるようにしています。チャックを閉めます。リュックを背負います。背負うのことを背負うと日本人は言ったりします。靴を履いて出発です。駅まで自転車で向かいます。僕の住んでいるところは田舎なので、駅まで自転車で30分ぐらいかかります。東京だと歩いて10分ぐらいが平均みたいです。春の暖かい風がとても心地よいです。雲もありますが、空は晴れていますね。駅に到着しました。階段を登っています。日本では Suica などの交通系 IC カードを使うのがおすすめです。改札でタッチするだけで入ることができます。駅のホームで電車を待っています。こうして動画を撮っているとなんだか風情を感じます。電車が到着しました。日本では電車で通勤する人がかなり多くいます。今はお昼時なので電車は空いています。皆さんの通勤手段は何ですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。ちなみに僕は自転車です。電車の車窓から見る景色です。電車に乗っているときはスマホを見たり、こうして外の景色を眺めています。知らない土地の景色を眺めるのはとても面白いですね。湯島駅に到着しました。ここから歩いて上野恩賜公園に向かいます。ちなみにここは地下のホームなので階段を上って地上へ上ります。もちろんエスカレーターやエレベーターもあります。体を動かすことが好きな僕は階段を使って地上へ上がります。こちらは東京の景色です。
僕の住んでいるところとは全然違いますね。お互いに違った良さがあると思います。荷物が多いのでカバンが少し重いです。いろいろな建物がありますね。ここは交差点です。白いしましまは横断歩道と言います。青いのは自転車が通る道ですね。上野恩賜公園に到着しました。横断歩道を渡ります。桜を見に来た人たちがたくさんいますね。今日は雨が降る予報だったのですが、なんとか晴れている間に到着できました。桜と池です。鳩が飛び立ちました。一人で自分を撮影するのが恥ずかしくて、こんな撮り方をしています。許してくださいね。空の青と桜のピンクが綺麗ですね。お花見をしている人がいますね。レジャーシートを敷いて桜を見ながらご飯を食べています。まだつぼみの桜の花もたくさんあって、満開までもう少しですね。スワンボートに乗っている人たちがいます。ここで受付をしてボートに乗るみたいですね。屋台もたくさん出ています。すごくいい匂いがします。たくさんの屋台が立ち並んでいます。海鮮焼きや焼き鳥、唐揚げ、フランクフルトなどが売っていますね。上野動物園に到着しました。日本で有名な動物園ですね。一通り回ったので、そろそろ歩いて駅に向かいます。上野駅に到着しました。ここは上野駅の中です。おじいちゃんおばあちゃんの家に泊まらせてもらうので、少しお土産を買ってから行きます。こちらのお店で買うことに決めました。お稲荷さんが売っているお店です。お稲荷さんはお寿司屋さんで食べることができます。この桜稲荷を買うことに決めました。桜稲荷を買い終えたら電車に乗ります。駅に到着しました。ここから歩いておじいちゃんおばあちゃんのお家へ向かいます。今日はたくさん歩いていますね。日本では運動会というものがあります。運動会で目立つように母がオレンジ色の靴を買ってくれてから運動靴はオレンジ色のものを履いています。坂道を下っていきます。家に到着しました。靴を脱いで靴を揃えます。家に着いたのですぐに上着を脱ぎます。上着をハンガーにかけていきます。ちなみにこの上着は GU で買ったものです。GU は日本で有名なブランドです。ハンドソープをつけて手を洗います。日本では手洗いの歌があります。皆さんの国でも手洗いの歌はありますか？タオルで手を拭きます。さっき買った桜稲荷です。上に桜の花が乗っていますね。これは後で夜ご飯の時に食べましょう。今日の夜ご飯です。おばあちゃんが用意してくれました。ご飯やお味噌汁、ひじきの煮物、サラダ、卵と手羽先の煮物などがあります。念願の夜ご飯です。いただきます。まずはサラダから食べます。サラダにはドレッシングも何もかけません。野菜の味が強く感じられるからです。
でもこの食べ方は友達に笑われます。明日は地元の桜祭りに行きます。日本のお祭りをぜひ皆さんに見てもらいたいです。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。他の言語の字幕も欲しい方はぜひコメント欄で教えてくださいね。というわけでちょっとした一人旅の動画でした。また次の動画でお会いしましょう。